ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、カーク信者がギルドマスターを務めているグラビティの近況と、ギルド戦について感じていることや、ギルド運営についてお話をしたいと思います。カーク信者のギルドがゴールドリーグからシルバーリーグへ降格してから数ヶ月が経過しましたが、ここ最近は、シルバーリーグ内で、1位か2位のポジションで週末の昇格戦を戦う日々を過ごしています。主力メンバーが3人も抜けてしまったことが原因でシルバーリーグへ降格することになったのですが、その後に加入したギルドメイトの戦力は、カーク信者よりも低い戦闘能力の人ばかりでした。こういった状況だと、一般的には、ゴールドリーグへ返り咲く可能性は薄いと言わざるを得ません。かなり有望なギルドメイトが加入しない限り、リーグ戦の成績が劇的に良くなることは、まず、起こり得ないのです。視聴者の皆さんの中には、ブロンズリーグとシルバーリーグを行き来するような状態の人もいれば、シルバーリーグとゴールドリーグを行ったり来たりしている人も大勢おられるはずです。そういったリーグ昇格とリーグ降格を繰り返す状況が長く続くと、いつまで経っても上位リーグに定着できるチャンスは到来しないと考えるようになってしまう人がおられるでしょう。しかしながら、ここがこのゲームの面白い部分でして、苦しい状況でも、耐え忍びながらギルドメイトと力を合わせて頑張っていると、スルスルっと順位が上昇する時期が必ず訪れるのです。なぜならば、ライバルのギルド内でも常に脱退者が発生していて、ギルド戦に出場している主力メンバーが引退したり、他のギルドへ移籍するといった不運に見舞われているからです。カーク信者が経験から学んだ事柄の話をするよ。カーク信者は無職ですから、日々のギルド戦がスタートする日本時間午後6時に、大抵の場合は在宅しています。冗談抜きに、カーク信者はギルドマスターが職業なんだよね。そのようなわけで、ギルド戦の作戦参謀を1年以上も継続して担当していますが、この役割を長らく担当していると、対戦チームのメンバーが頻繁に入れ替わることに気づく機会が多々あるのです。ギルド戦に出場していたメンバーが抜けるのはどこのギルドでも頻繁に起こり得ますので、そのような変化に気づくたびに、どこのギルドも苦労しているなぁ、と常々感じているのです。カーク信者のギルドグラビティも、シルバーリーグへ降格してから最初の1ヶ月間は、シルバーリーグの5位前後で停滞していましたが、ここ数週間は、安定してシルバーリーグの上位に位置するようになりました。なぜならば、先ほどから述べているように、自分たちのギルド内では大きな変化がなくても、対戦相手のライバルギルド内で、戦闘力が大幅にダウンするような人の入れ替わりが発生しているからです。無事これ名場ってことわざがあるけど、ギルドメイトとしっかりヒーローとタイタンの育成を継続していると、必ずリーグ昇格のチャンスが訪れるんだよね。カーク信者のギルドは昨日の昇格戦を僅差で敗北してしまいましたが、このまま継続して遊戯を続けていれば、近日中にゴールドリーグへ昇格するのは時間の問題です。このゲームの場合だと、課金者が多いギルドほど、ゴールドリーグに在籍する可能性が高まるのは当然で、傍から見ればそれが羨ましく見えるかもしれませんが、ゴールドリーグのギルドにもそれなりの苦労があるのです。全員が課金者のゴールドリーグのギルドでも、ギルド戦に出場できるメンバーは20人に限られるので、ギルド戦に出場していない10人はモチベーションを維持しづらいという問題を常に抱えているのです。つまり、頑張ってゴールドリーグへ昇格しても、ギルド内でどうしても温度差が生じてしまい、良い状態を維持するのが難しくなるという問題を内包しているのが、ヒーローウォーズのゲーム性なのです。そのため、ゴールドリーグとシルバーリーグに在籍しているギルドの順位が常に同じままの状態で数ヶ月間も継続することは稀で、数ヶ月単位のスパンで振り返ってみると、必ずどこかのギルドが内部から崩壊したり、分裂したりといったことを繰り返しているのです。そして、カーク信者の1年11ヶ月間の経験から言えることは、やる気のあるメンバーと一緒に頑張っていれば、活路は必ず開ける、ということなのです。
ここまでの話をまとめるよ。ここで注意しなければならないことが一つあるのですが、1週間のギルド活動が低調なギルドメイトには、ギルドを去ってもらうしかありません。これもカーク信者の経験の話になりますが、1週間のギルド活動が7000ポイント程度のメンバーをキックアウトしても、その人から苦情を言われたことは過去に一度もないのです。ギルドメイトをキックアウトすることに抵抗を感じるギルドマスターの人もおられるかもしれませんが、1週間に7000ポイント程度しか稼げない人のこのゲームに対する熱量は、ギルド内の上位メンバーとは比べ物にならないほど低調なことがほとんどなのです。ですので、ギルドを活性化させて上位リーグを目指そうと志すのなら、無課金でも簡単に稼げる7000ポイント以下の活動量のギルドメイトは、遠慮なくキックアウトされる方が良いでしょう。この決断を先延ばしにすると、今度はギルド内の上位陣のメンバーに不満が溜まってしまい、それがギルド崩壊の原因になるのです。これはギルドマスターの人に強く伝えたいのですが、毎週日曜日にギルドメイトの活動量を必ずチェックして、ギルドが定めた1週間の活動量を下回ったギルドメイトは、必ずキックアウトするようにした方が良いでしょう。この作業は、ギルドマスターにとって決して気持ちの良い作業と言えませんが、これを怠ると、ギルドは間違いなく活力を失ってしまい、ギルドの崩壊につながります。これは、ギルドマスターにとって、とても重要な仕事なのです。カーク信者も本日、一人のギルドメイトをキックアウトしましたが、彼からクレームのチャットが届くことはないでしょう。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。